いやでもね、ちょっと待って。わしはちょっと佐藤敬吾好きとして言いたいんだけど、佐藤敬吾は本当はね、どうもプロの竹ことあきなんです。どうも、みんなでやったことじいやです。JO1 の未完成を見てきた感想を言うぞJO1 のことは、なんかちゃんと終えてはいなくて、J に関しては多分メンバーほぼ分かってないみたいな状態で、でも一応 INI が好きだったりとか、ジャニオタだったりするので、その観点からのちょっと今日感想を伝えられればと思いますので、あ、ごめんなさい、これネタバレ含むので、ちょっと見る人気をつけてください。はい。このチャンネルではチャンネル登録者10万人目指してますので、ぜひ、ジャムやミリの方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは、Everybody Go！まずね、オタクとしてはもう感謝しかないというか、こういう作品を作ってくれてありがとうだし、撮っといてくれてありがとうっていう、キャラを全部こう散りばめられたものが、ギュッと集められた感じがして、で見てたんですよ。大きな構成としては、とあるでかいライブがあって、そこに向かうまでの彼らの奇跡みたいな感じで、まず選ばれるまで、オーディション番組で選ばれるまで、で、どんな子がいるのか、で、あと、やっぱ最初は仲良くなれなくて、みたいな11人がどう結束してったかで、あと、結構、重きが置かれてるのが、その、コロナ。ああ、そうだね。コロナ禍で彼らはどう、進んでいったか。コロナパートがあった後に最後ライブをするみたいな。もう超ざっくり言うとこんな感じの気象転結。アイドルのドキュメンタリー映画は結構見てきたんですけど、なんかね、ドキュメンタリーっていうよりかはどっちかっていうと、メイキングっぽい感じ。ああ、そうだね。ジアもそれ感じた。なんか全部の曲の裏側とか、まあこういう風に作ったよとか、こんだけ練習してたよとか、こういう思いでやってたよみたいなメイキング要素が強いので、AKB 系のドキュメンタリーってね、もうほんとすごいのよ。それちょっとだけ見たことあるよ。過呼吸になっちゃったりとか、あとマイクのバトンパスがうまくいかなくて、なんか結構揉めたりとか、あるね。あとスタッフさんがメンバーを落としちゃったりとか、大変だ。なんかもうスタッフのミスも映るし、メンバーのイライラとか、追い詰められてる感じも映るし、このミュージックビデオなら私は出たくありませんっていう、メンバーの強すぎちゃって、ちょっと、あれ芸術性がすごいみたいなこととか、いろいろあるわけよ。で、その晴れと毛の部分を見せることによるエンターテインメントだったんだけど、JO1 に関しては割とみんな、そうね。真面目で、いい子で、ヒール役とか悪役がいないの。なかったね。なんか平和な感じの終始、映画だったよ。ドキュメンタリー映画ってね、そこが嫌で見に行けない人がいいのって、裏側を知りたくないとか、それあるよね。なんかギスギスドロドロ見たくないみたいなのがあるんだけど、そこに関しては、全くなかったね。むしろないっていう。ほぼゼロ。まあそういうシーンを撮りたかったんだろうなっていう制作の意図が見えるのが、ルキくんが最初にぶっちゃけやっていけるか不安だった、喋ったことないメンバーもいたっていうのと、あとマメちゃんが、パフォーマンスのクオリティがちょっと低いから、なんかパフォーマンスを売りにしていきたいけど、不安がある、みたいなことをまあ言うわけよ。で、そこはさ、やっぱさ、ドキュメンタリー上使うけど、ただ、他のアイドル映画と違うのは、かなりエクスキューズが入ってるの、マメちゃんが。あえて言うならみたいな。強いて言うならとか、めっちゃ保険をかけた上での、発言って感じだから、何を言いたいかというと、もう全体的に悪役を作らないような構成になってるっていうところが、結構大きなポイントかなと。あとは JO1 ならではだなと思ったのが、仲良くなるまでを全員言語化できるっていうのはすごく大きくて、例えばジュニアとかだともう覚えてないのよみんな。デビューの頃にメイキングの映画公開しますって言って、どうやって仲良くなったんですかって言われても、昔すぎてってこと？そうだよね。あともっと小学生とか中学生だから、フィーリングないわけよ、要は。だからあと、あるあるなのが、要は帰る電車が一緒のことがなきゃいけないみたいなのがもうあるある。そうなるよね。だからね、ここまで言語化してもらえるっていうのは、まあ成人が多いグループならではというか、めっちゃ面白いなと思って私は見てました。最大のね、他のグループの映像との違いは、ファンの映る量が多いっていう。多かったね。びっくりした。こんなに撮って大丈夫かなっていうぐらい撮ってたよね。だってもう、インタビューカットが映るのはまだ100分とかの。で、ライブ中に楽しんでる姿を結構なんか、寄り目で映すのがあるんだけど、ファンが一人でライブ中号泣してるっていうカットが8カットぐらいあってよね。あったよね。なんかこのすごいアップだよね。そう、6人8人ぐらいが泣いてるみたいなのがあって、映画の中でもその佐藤圭吾くんが、まあジャムっていうのね、ファンのことを、ジャムは12人目のメンバーだみたいなこと言ってて、それを表すようにすっげえ映るのよ。多分金城スカイくんと尺同じくらい映ってるんじゃないかトータルで言うとっていうぐらい、その、ファンがいたおかげでっていう、すごいそれ言ってたよね。演出がすごいのよ。で、そのジャムの人のインタビューも、やっぱいいとこ使ってんのよ。使ってるよね。JO1 がいなかったらコロナ禍をどう乗り切ってたかわからないみたいな発言を泣きながらするファンの方がいたりとか、しかもね、エンドロールでも、ジャムの皆さんみたいなのが出るのよ、最後。出てた。出演者のごとく。ちょっと裏の話をすると、エンドロールに乗るのって結構実はハードルが高くて、あれ携わったら乗れるわけじゃなくて、映画制作委員会に入ってないと乗れないとか、例えばじゃあJO1 の映画が公開されます。その Twitter 担当してますとかじゃ乗れないのよ。知ってたみんな。
結構あれハードル高い。そうなんだ。女子の女子まで乗ってるやんとか思うじゃん。思うじゃん。そこまで乗せるんだみたいな。そう、なんかヘアメイク女子みたいな。アシスタントなんとかとか。4行ぐらい結構ハードル高いんですよ。一番大鳥の監督の3個前ぐらいにジャムの皆さん。すごいね。言うたら頼んでもないのにね、出てきちゃってるって感じだもんね。それがやっぱもう、さすが JO1 というか、やっぱ国民プロデューサーが選んだから、そうだよね。そうで、そこだよね。選ばれたという、この、確かに。ファンの方がいないと、僕たちはいないみたいな要素が、確かにそうだよね。色濃く出てるなっていう。それはまあ最後ね、象徴するかのようなエンディングがあって、まあこれは見ての楽しみなんですけど、素敵だ。必死に、野鳥の会を、こうやって、バドシっていう、野鳥の会のシーンで最後終わるんですね。まあこういうドキュメンタリー映画って結局ライブビューイング的な要素も兼ね備えてるんですよ。映画館で見るわけだからやっぱライブのシーンとかを結構ふんだんに入れてくるグループとかって欅坂とかは結構多かったのライブが。かつそのライブでのドタバタとかゴタゴタみたいのを描くのが基本的だったの今までは。でも JO1 はコロナ禍だったからライブがほぼできてないっていうので、そこがね、やっぱ封じられちゃってて、最後に結構ライブビューイングっぽい楽しめるっていうので、そこはすごいチャレンジングだし、面白いなと思った。そうだね。あ、いい皮肉聞いてんなみたいなのが、オーディション番組中の歌を披露してくれるんだよ、ライブビューイングに。そこでつかめって曲をね、披露するんだけど、曲の終わり方が、連れて行ってっていう歌詞で終わるの。僕をいいステージまで連れてってほしいとか、自分を選んで連れてってみたいな、ファンに対して、なんていうの、まあ、ある種こびてるみたいな感じの歌詞なんだけど、それが今の JO1 とこう、全くマッチングしてないわけよ。だって今の JO1 は、それインタビューカットがあるんだけど、僕たちが世界に連れてきますみたいなことを発言してんの。ずーっと。で、僕たちは世界を目指しますとか、トップを目指しますとか、トップを目指すために活動してるんですって言ってるのに、そこで歌われる歌詞は連れて行ってっていう、ここの矛盾が生じてるわけ、あれって。よくやっちゃったね。ここがめっちゃ成長なのよ。そういうことか。当時歌ってた歌だと、ファンに対して連れてってって言ってるのに、その前後に流れるインタビューでは、僕たちが連れてきますとか、僕たちは上を目指してますみたいな、成長が、そこで、その差で描かれてる。Go to the top, Go to the top っていうのは結構ね、映画の中にも出てきて、パーカーとかトレーナーとかの後ろにもなんかそういうのが書いてあって、トップって上らへんじゃなくって、本当に一番上をトップっていうから、本当に一番を目指してるんだなって。なんかインタビューとかでもね、世界を目指しますみたいなことをね、言ってる子たちが多かったし。でもそのトップがイコール世界ではないっていうのを言ってた映画なんだけど、そこはなんかね、定義が曖昧で、多分本来トップってさ、日本オリコンランキング1位なわけじゃん。そこはもう取っちゃってるから、次のトップどこだろうみたいな時に多分世界っていう人もいれば、あとそれをなんか定義する必要がないっていう子もいたよね。定義するとね、陳腐になるから言葉って。世界に行けばトップじゃないですよねってインタビューで言っちゃってたから、確かにそうっていうなるんで、結構じゃあ JO1 が目指してるのって相当ハイレベルなことなんだなっていうのは感じました。確かに。わしはね、やっぱね、るきくんがいいなと思ってて、まあちょっとこれ、なんだろう、相手方にとっても、マイナスにならないようにしたいので、あんま言わないようにしてるんですけど、まあるきくんが実はその JO1 の前に地下アイドルみたいにやってて、それをやる前から知ってるのよ、わし。まあ男の子10何人ぐらいいて、るきくんが一番いいってめっちゃ言ってるぐらい、てか、その、まあほんと失礼な話なんだけど、その10人のうちるきくんともう一人以外覚えてないぐらい、わしは結構マジでるきくんすごいなって思ってたのよ。だから彼が10代ぐらいかな。みたいなことがあって、るきくんがやっと報われた感がすごい自分の中であって、それで好きみたいなのもあるんですけど、性格とか見た目とかアイドルとしてなんか推したいみたいなやっぱ、佐藤圭吾最高っちゃう。かっこいいよね。圭吾くん好きなんで。ちなみに、推しの方を。鶴房くん。鶴房。しおんくん。鶴房くんいいよね。鶴房くんいい。鶴房くん好きなんだよな、わしも。もちろん別に暗いわけじゃないんだけど、なんかね、なんかちょっと一歩引いてる感じの。いや、わかる。めっちゃわかる。めっちゃわかる。そこになんかね、じわね、燃えって感じ。そう、そこに燃える気持ちもめっちゃわかる。でしょ。やんちゃ感っていうか、少年感っていうかね、荒削り感っていうかね、飾らないのよ。写真とか見てても飾らなくて、周りにこびない感じというか。そうだね。いいよね。そう、そこ。自分がもしも中学生高校生だったら絶対鶴房くんと付き合いたいっていうこういう悪い男になんか騙されたりとかなんかもうみんなみんなもうなんかもう突き放してもういいよ鶴房はみたいなほっとけよみたいなそれをなんかいや自分はちょっとほっとけないみたいなそんなことないよみたいなそうでも鶴房くんなんかうるせえよみたいなそういうの好きそうだよなんか頼んでねえやみたいな感じで田んぼのあぜ道を自転車なんで田んぼなんだよちゃって鶴房が行くっていう田舎設定なのねそういやでもね、ちょっと待って。わしはちょっと佐藤圭吾好きとして言いたいんだけど、佐藤圭吾は本当はね、もっとぶっ飛んでるし、もっと面白い子なの。でもやっぱちょっとね、11人をフォーカスした映画では出ないそこまで。なんかおとなしい感じに見えてあれどう思います皆さん。個性ちょっともうちょっと出してくれみたい
あ、そうね、要は、営業資料にもなるわけじゃん。これを関係者とかにめっちゃ配るわけよ、チケットを。で、見に来てください、見に来てください、見に来てください、みたいな。それを、あ、こういうグループがいるんだ、素敵なグループ、こんな人気あるんだって思わせるための営業資料でもあるわけだから、そこまで入れられなかったんだろうなと思いつつ、その個性を出すっていうところが、どっちかっていうと、スキル系が多かったの。木俣くん曲作れますとか、ギターできますとか、でも、この子面白いんだ、この子バラエティーいけるんだみたいのはなかったじゃん、マジで。なかった。佐藤圭吾くんがそんなに面白い子だっていうのみんな知ってた。そうね、佐藤圭吾くんはおもろいよ。そうなの。振るときになんか、続いてはこの方とかやるじゃん。それで、続いてはこの方って自分をこうやってやるの。そう。自分ってやるのがあんのよ。そんなのに見えないね。この筋肉いいでしょ。すごー。佐藤圭吾くんいいのよ、マジで。でも綺麗な顔してるよね。多分ね、お母さんにだと思う。すごい。こんなんじゃなかったよ。すごいです、圭吾くん。バラエティーじゃん、バラエティー。もう超バラエティーなんだよ、佐藤圭吾くんは。見なかったよ。映画を見て、なんかすごいいいなと思った方は、もうまず一旦サイコッチョを見てほしい。本当に。サイコッチョを見ないと J1 でさ、わからないから。語れないって。もうほんと J1 はサイコッチョだから。はい。そうだね。トップとやっぱかかってるよね、サイコッチョ。ああ、こうね。たまたまさん、おたけさんって方のギャグなんだけど、個人的にはレッスン室ができてすごい大喜びする彼らを見て、可愛かった。やっぱINI お墨としてはすごいやっぱありがたいところを使わせていただいてるなっていう JO1 ジャムの皆さんが頑張ってくれたからこそこのレッスン室あるのっていうすごい感慨深い気持ちにもなりまして、気になる方は見に行っていただければと思います。見てください。この動画がちょっとでも参考になったよと思った方ぜひ高評価をお願いします。あとコメントとか全部出るのでぜひコメントもしてください。それでは皆さんも明日お幸せに。鶴房くんも好きだし、あと木俣くんも好きなのよ、結構。違うね、川西くんも好きなんだよね。